つもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は伊豆市に来ております。この伊豆市のとある場所にあるお蕎麦屋さんが古民家を改装した隠れ家的なお店らしく、しかも週末しか営業してないということもあり、大人気で常にお客さんがいっぱいでなかなか入れないとの情報を得たので、混んで店内の写真などが撮れなくならないようオープン時間と同時に飛び込み、少しでも多くの情報をお届けできるよう開店前の到着を目指して今回の目的のお店に向かっております。決して暇人というわけではありません。ただ少しでも早く食事にありつきたいだけではなく、少しでも多くの情報をってもいいですよね。ただ食欲旺盛な暇人の竹千代です。そんな暇人の竹千代によければ今回も最後までお付き合いください。そして今向かっているお店を毎度のごとく地図を使って説明すると、修善寺駅から向かう場合は伊東修善寺線に出て修善寺橋へ、この赤い橋を渡ったらそのまま直進しひたすら進みます。伊豆の国市方面から向かう場合は修善寺橋の信号を下田天城方面の右へ曲がり、伊豆縦貫自動車道修善寺インターチェンジ乗り口手前ぐらいまで直進し、伊豆縦貫道の150メートルぐらい手前あたりの右側にこの矢印のお店の看板が出てくるので、ここを右折します。もし伊豆縦貫自動車道で向かう場合は修善寺インターチェンジで降りて伊東三島方面へ左折、150メートルぐらい進んだ左側にお店の看板があるので、ここを左折します。すると正面に再度お店の案内板が出てくるので、10メートル程度坂を上ると左側に上りや看板が出てくるので、すぐにわかると思います。そして実はこれで到着ではなく、この上りと看板のあるところに入り少し歩きます。少し進むと再度お店の名前のあるこのお庭に入り、左側の階段を上るとようやくお店に到着。そして今回お邪魔させていただくこちらのお店は伊豆市修善寺にありますそばカフェみんなのそばマルシェさんです。営業時間は11時から16時、ラストオーダーは15時30分、定休日は月曜日から金曜日の土日のみの営業となります。そして駐車場は先ほどの道路沿いの看板の横に5台分と、店舗入り口正面に3台の合計8台分あり、駐車場はコンクリートで平面のためバイクでも止めやすいと思います。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。店内には靴を脱いでスリッパに履き替えて入店します。靴はそのまま玄関に置きっぱなしで良いとのことです。そして店内の様子は明るく綺麗ですごくおしゃれです。ちなみにお店には開店15分前ぐらいに到着しましたが、まさかの先客がいました。待ちたくない、すぐに食べたいという食いしん坊さんは私だけではなかったようです。ちなみに客席は2名用テーブルが4つの4名用テーブルが2つの最大16名入店可能となっております。また縁側部分には上着をかける場所や荷物置き用のカゴがあり、この時期は助かりますね。続いてはメニューです。盛りそばにぶっかけおろしに鴨がネギをしょったものに温かいカレーそばがあり、サイドメニューご飯としてとろろご飯に小カレー、いなり寿司3個におにぎり2個にライスとそばゼリーがあります。なんかすごいシンプルだと思ったらおすすめのメニューもあり、つけとろろそばに伊豆の贈り物にラー油つけそばにきのこと豚のつけそばがあり、またこのメニューの他にも本日限定の辛味大根に本日限定のオニオンおろし納豆に鴨南蛮つけそばがありました。おすすめや限定と言われるとすごい悩みますよね。またお土産用の商品もあり、八作や珍しい富士宮産ピーナッツや西浦の寿太郎みかんにお米がありましたが、お米5キロで3300円ってかなり安いですよね。お米がなくなりそうなあなたに朗報ですね。またお茶はセルフとなっており、ほうじ茶やハーブティーもありました。それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。まずは食事とセットになってたそば豆腐にピクルスです。セットになってるとはどこにも書いてなかったので、こういうのちょっと嬉しいですよね。そしてこのそば豆腐ですが、そば豆腐の上にあるそばの実のカリッとした食感が良く、香りも強くとても美味しかったです。これはメニュー化してほしいぐらいの美味しさです。そしてこの2種類のお野菜も美味しく、酢の物好きの私にとっては酸味が絶妙で最高の一品でした。メインはおすすめメニューの伊豆の贈り物1500円です。この料理は地元のお野菜などをふんだんに使っているとのことで、ナス、人参、レンコン、三つ葉に大根など何種類のお野菜を使っているのかわからないぐらい種類豊富でヘルシーなお蕎麦に、先ほど紹介したそば豆腐にピクルスです。いろんなお野菜が入っていることで結構ボリュームがあり、これで1500円は意外とお安いのではないかと思います。またお蕎麦自体もコシが強く喉越しも良かったです。
せっかくなので先ほどとは別の具材を簡単に紹介します。まずはネギの天ぷら、サクッと軽くて食べやすいです。続いては鴨肉です。驚きの柔らかさに旨味も濃く、とても美味しかったです。甘く味付けされた椎茸も美味しく、さつまいもは優しい甘さが最高。そしてさらに湯葉まで入ってました。他にナス、人参、レンコン、三つ葉に大根ですからね、野菜のフルコースをいただけた気分になれます。そして食べ終わる頃にそば湯をいただけるのですが、このそば湯にも驚かされました。何がすごいのか、このまま少しご覧ください。わかりますかね。すごい濃厚なそば湯にびっくり。なんかポタージュスープのようでとても美味しかったです。続いてもおすすめメニューからラー油つけそば1300円です。こちらは先ほどの伊豆の贈り物に比べるととてもシンプルなおそばといった感じです。ラー油のつけ汁にコシの強いおそばに温泉卵に薬味です。この薬味は少しずつ入れて味変を楽しんでくださいとのことでした。そして先ほども紹介したおそばについては、しっかりとコシのある細麺で香りと喉越しの良い美味しいおそばとなっております。このおそばを特製のラー油のおつゆにつけていただきます。この特製ラー油のおつゆについては、ごま油の香りが食欲をそそり、ラー油の辛みがそばとの相性が良く、とても美味しいです。薬味の味変をいろいろと楽しんだところで温泉卵を投入します。このラー油のつけ汁に温泉卵が入ることで味と辛さがまろやかになって美味しく、4種類の薬味に温泉卵といろんな味変を楽しむことができ、見た目はとてもシンプルですが意外と奥が深い美味しいお蕎麦だったと思います。続いてはそばゼリー300円です。見た目は羊羹のようなそばゼリーですが、羊羹とは違いかなりもっちりとして上品な甘さが食後のお茶と合い、とても美味しかったです。ちなみに支払い方法は現金のみとなっておりますのでご注意ください。食事が終わり帰る頃には満席となり、順番待ちのお客さんがいたので噂通りの人気店のようですね。今回は伊豆市修善寺にありますそばカフェみんなのそばマルシェさんにお邪魔させていただきました。おしゃれに改装された古民家で素材の味を生かした美味しいお蕎麦にラー油つけそばにそばゼリーといろんなお蕎麦を楽しめました。またお土産にピーナッツも購入、良いおつまみになりそうです。もしあなたもこちらのそばカフェみんなのそばマルシェさんに行ってみたいと思ったのであれば、人気店で混む可能性がかなり高いので、開店前に並ぶか開店直後ぐらいに行くことをお勧めいたします。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。